皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は自民党総裁選についてです。明日自民党総裁選は開票日です。ここで新しい総裁が決定し、その人が次の総理大臣にと確定します。これによって日本の政治は転換点を迎えることとなります。というのも、誰が総理大臣になろうとも、総理大臣が変わるということは、それまでの政権のやってきたということをある程度は継承しつつも、新しい色合いを加えることによってどうやったとしても、良い方向か悪い方向かに評価は分かれるにしても、何かしらは変わっていくものなのです。今回の自民党総裁選においては、それぞれの候補者が言っていることは明らかに違う点というものがたくさんあります。そのことは皆さんもお気づきでしょう。そしてそのことについて全く気づかない人たちは、自民党の候補者なんだから誰がなっても同じことだろうと冷めた口調をする人もいます。しかし、これまでの総裁選とは明らかに異なっている点があることを私たちは知っています。なぜならば、今回の総裁選の今までの総裁選全く異なる点というのは、それぞれの派閥が誰を支持するか、誰に投票するかというのを確定した状態で開票日を迎えたわけではないからです。これまでの総裁選においては、派閥一丸となって誰々に投票しますといったことが事前に全体として分かっていたために、もう誰が総裁になるのか確定したような状態で話が進んでいました。これでは総裁選が盛り上がらないのは当然のことです。しかし今回はそうした誰が勝つのかもう確定してはいない状態で開票日を迎えますから、多くの人たちが最終的に誰が総裁になるのかといったことに注目せざるを得ないわけです。そして総裁選が注目される中において、様々な出来事、様々な政策について具体的にそれぞれの人が自分の話をしています。その中において A さん B さんは全く違う意見だなといった場面がたくさんありました。例えば靖国神社に参拝するんですか、しないんですか、また皇位継承問題、さらには最近では北朝鮮のミサイル実験の影響もあって敵基地攻撃能力について、いや敵基地攻撃能力をはるかに超えて敵の攻撃能力を削ぐためにはどんな防衛体制、どんな兵装、どんな法律を整えなければならないのかといったいわば総合論へと発展している問題や、また国際情勢においてはアメリカ、イギリス、オーストラリア3カ国のオーカスという連携によってオーストラリアが原子力潜水艦を持つことが確定しました。これを受けて日本においても原子力潜水艦を持つのが良いのか悪いのかといった議論を具体的にしなければならない、そういった機運も高まっています。そしてこれらの問題についてそれぞれの候補者が私はこう思いますよということを言っているのですから、そこに差があるのは当然で、そのことを私たちは実際に見聞きすることができました。これまでのように派閥の領袖がこの人に決めるよっていった話をして、もう総裁選がもうこれは形式的なものねといった形で終わってしまうのでは、それぞれの候補者が具体的にどんな政策にどんな考えを持っているか深く知ることができなかったのです。この点がまさに今までの総裁選と今回の総裁選の一番大きなポイントです。こうした話をした時に、いや私は自民党の党員じゃないからそんなこと言われても興味は持てないよという方もおられるでしょう。しかしその点について私は大きな間違いであると指摘せざるを得ません。なぜならば今回の総裁選によって誰がどんな考えを持っているかといったことを知っておくことができれば、その後にやってくる総選挙に対しての対応といったものが明らかに変わってくるからです。先ほども述べたように様々な論点があるわけですが、例えばその中においても靖国神社参拝について非常に重要だと考える人にしてみれば、 A さんは行く B さんは行かない、この2人を比較した時に靖国神社に行くよといった人が総理大臣になるのか、それとも行かないよといった人が総理大臣になるかは、それこそ次の選挙の時の投票行動の変化へとつながってくることなのです。ですから今回の総裁選挙においてそれぞれの候補者が何を言っていたのかというのを知っているのと知っていないのでは全く違う行動へとつながるものなのです。その中において皆さんが自分にとってはこの政策について非常に重要に思っていますよという順位は人それぞれ違うものです。例えば経済対策を一番に考えるという人もいれば、いやいや今はコロナ対策というものを忘れてはいけないよ、今は感染者数は確かに減っているけどこの問題が終わったわけではない、全ての問題に先駆けてまずコロナ対策に一番力を注ぐべきだという考え方をする方もおられるでしょう。それ以外にも国防問題大事だよね、皇室の存続において男系男子の問題について議論するのが
一番大事だと考える人など、それぞれの順位というものは違うものです。そうした意味では、誰が総裁になり総理大臣になるかというのは、それこそ次の政権の基本的な政策や基本的な方向性といったものが、やはりそれぞれの候補者によって私は変わってくると考えています。同じ自民党だからといった括りは私は不適切だと思います。これは私が自民党の中には親中派、親韓派がいますよという話をしているのと同時に、それ以外の人も存在しているから自民党であるということを忘れてはいけません。ですから、どのような勢力が支持する候補者が総裁になるかというのは、当然のようにその後の政策全体へと影響する出来事なのです。そういうわけで今回の自民党総裁選を通して、どの候補者がこんな政策についてどんな話をしたかといった印象深い点というのは皆さんそれぞれ違うと思います。そしてそれらを一つずつ思い浮かべて、ああ、この候補者のこういった話は全くついていけなかったな、支持できないなといった話や、もしくはこの人の話はこういった点が支持できるなといった話など、ぜひとも頭の中で整理してコメントとして書き込んでみてください。なぜこのように私はコメントを書き込んでいくかというのを推奨しているかというと、それは一方的に情報を入れるだけでは自分の考えをまとめることというのは実はあんまりうまくはいっていません。人間の考え方、思考法の中において物事を自分の中で噛み砕いて、そして最終的には外に出すという最後のステップを踏むことによって自分の考えを整理整頓することが非常にうまくいくことが知られています。これは自分自身の考えをまとめているつもりであっても、誰かに聞かせる、もしくは誰かに話すということを前提にした場合においてのその整理加減というのは圧倒的に誰かに話した方がより物事を整理整頓することができるのです。ですから情報はインプットするだけではなく、どこかの場面でアウトプット、誰かに話すことを前提にして整理整頓するということは非常に重要なのです。もちろん私の動画へのコメントだけといった話ではなくて、例えばツイッターなどでつぶやいて誰かに向けて情報発信する、自分の意見を発信するといったことも良いですし、またブログなどで長文をどんどんと書いていくといった手法などもあります。最初のうちはそのような活動をしてもなかなか誰の目にも止まらないということが多いものなわけですが、しかし活動を続けていくことによってだんだんと同じように考える人、もしくは参考にしてくれる人というものも出てくるものです。その例が私だと言えます。なぜならば私は別にどこかの大学教授でもなければものすごい肩書きを持った有名人といったわけでもありません。ただの一般人に過ぎません。しかし私のチャンネルには多くのチャンネル登録者がいて、私が動画を出すたびにそれを読んでコメントを書いてくれる人たちがいます。これは明らかにインターネット時代だからこそ起きている現象です。そしてこのインターネットで情報発信、自分の意見を発信することによって、ああなるほど、そういう考え方もあるねと情報を拾ってくれる人、そして参考にしてくれる人が増える。そしてそのような影響力を持つことができるというのは私だからできたといった話ではなく、この動画を見ている皆さんもできることなのです。インターネットの世界というのは基本的には縮まることはなく、これからも拡大を続けていきます。なぜならば生まれた時からスマートフォンがあり、インターネット、高速通信が当たり前に存在していた世代というものがこれから先どんどんと大人になって、決してその流れというものは終わらないからです。明日総裁選の開票日を迎えることによってどんな結末になるかは今のところは私もまだ分かりません。しかしどのような結果になろうとも、その現象について私は解説を続けていくことによって日本がどんな方向に向かっていくのかについてのお話をこれからもしていこうと思います。そして皆さんも私の話を聞くだけではなく、話を聞いているうちに、自分もどんな考えを持っているか人にも聞いてもらいたいなという欲求を持ってインターネットで意見を発信する側へとぜひとも回ってみてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。